クを取ったが倒れたヒロム。立ち上がれるか。それだけの死闘。声出し OK でしょ。何年ぶりの声出しよ。まあ昨日来た人もいるかもしれないけどさ、ちょうだいよ、あの試合の時のようなヒロムコール。間違いなくこのヒロムコールが力を与えました。ありがとう。よう、お前がどんな爆風を吹かせても俺がいつまでもチャンピオンとして壁でいてやるから安心しろ。いやー、それにしても暑かったなよ。よう、お前そんな熱くなれるやつだったのか知らなかったよ。今日みたいな暑さ毎日頼むぜ。いやー、暑かった札幌なのに暑かったよ。暑すぎてこの北エールの周りの雪溶けちゃったんじゃないの。本日のハッシュタグは陽が暑すぎて雪溶けるでお願いします。いやー、それにしてもさ、悔しいよね。チャンピオンとしてさ、超満員札止めにしなきゃいけない。いや、したかった。悔しいよ。内藤さんにもさ、前日あれだけね、リング上でおられてさ、プレッシャー感じないわけないし、もちろん前日の試合ももちろん意識してたし、何でもさ勝たなきゃダメだよね。でもさ、俺が本当に意識してたのって去年の北エール2連戦の2日目なんだよね。みんな覚えてるからな。 IWGP 世界ヘビー級選手権試合、岡田和親対内藤哲也。あの試合をね、やっぱ意識したよ。まあ昨日内藤さんにさ、あれだけね煽ってもらっちゃったからさ、俺も煽らなきゃいけないなと思って、昨日今日と LIJ2 人がメインを勝つことができました。ということは残ってるよね、まだ1人。2月11日大阪大会 IWGP 世界ヘビー級選手権試合、岡田和親 VS 高木慎吾。おい高木慎吾、意地でも絶対勝てよ。あ、そうだ、思い出した。あ、そうだ、阿部さん、調印式の時にさ、このジュニアの後のビジョン見えてますかみたいな質問くれましたよね。あの時さ、やっぱビジョンっていうのはさ、そんな見えなくなかったし、今ビジョンがあるかと言われると別にビジョンなんてないわけさ。でも俺には昔からの夢があるんですよ。俺の夢は IWGP ジュニアヘビー級王者、そしてジュニアのまま IWGP 世界ヘビー級のベルトを取り、ゴールデンタイムで試合をすることだ。そのとてつもなくでかすぎる夢が叶う日まで、もっとみんなで楽しもうぜ。
けもんかあいつは。でもな、負けたけど負けてねえぞ。またすぐてめえの前に現れてやるよ。そのベルトを抱きしめてやる。よかった。いいな。走ったよ。痩せ我慢もあれだけやられると効かねえな。おい、痩せ我慢したつもりだったんだけどな。まあもう我慢する必要もねえか。2日間ぐらいオフがあるだろ。大丈夫、十分いける広めいけるよ、いつもこうやって気利かしてるから。さあでは乾杯。乾杯。うわー、引くぜー。効いた。いいな。いやー、楽しいね。やっぱり勝ったからなんだけどね、楽しいって言えるのはさ、楽しかったよね。ビジョンね。俺にはさ、とてつもなく大きな夢が一つあるけど、ビジョンって言われるとさ、難しくてさ、この前もすぐに出なかったよね、ビジョンはね。ビジョンかね。近いところで言うと、俺はもちろん新日本の試合もちろんあるしね。あとは東京ドームでやっとこれで言えるね。 IWGP ジュニアヘビー級チャンピオンとして天草選手がやれるのかな。向こうのノアのチャンピオンでしょ。防衛戦あるのかな、この間に。それは分かんないけどさ、まあチャンピオンでいてくださいよ。俺もこうやってチャンピオンだからね。チャンピオン対決で失うものは大きいでしょ。まあそれもあるしね。今発表されてるやつ3月1日のジュニアオールスターだってある。いろいろと目白押し。でもやっぱり今日のヨウが熱すぎてさ、そんなにすぐモードに入れねえよ。ヨウ面白えな。ずっとそれでいてくれよ。ずっとだ。挑戦できることになったから熱くなるんじゃなくて、常にあの熱さでいてくれ。俺はそんなプロレスが好きなヨウが俺は好きかな。いやだからさ、次誰かな。いたよね、ほら解説にいたじゃん、エル・デスペラード。まあね、彼のタイミングもあるだろうしね。あとそれから1.4 東京ドーム、あと石森、あの2人はシングルがあるのか、シングルで勝った方がとかいろいろと膨らんじゃうよね。まあそれはね、君たちのタイミングに任せるよ。俺としてはやっぱりね、石森泰治から取りたいって思いもあるし、そして金丸から、あんまりこれは大きな声では言いたくないな。実際挑戦してこられたら結構ビビっちゃうかもしれないからね。必殺の痩せ我慢も何の役にも立たないからね。まあそれはまあ今とかじゃちょっと金丸選手のあれはカットしてもらえるかな。申し訳ないね。まあペースを上げたよね。可能であれば最多防衛やりたいよね。取るたびに言ってるけど、俺もう5回目かなチャンピオン。取るたびに最多防衛、ヒート選手が持ってる最多防衛を塗り替えたいと散々言ってきて 1,2 回でコロッと負けてる。だから言わないでおこうと思ったけど、やっぱり最多防衛っていうのはついに意識したいよね。最多防衛するには来年のね、まあこの冬のまだ鍛えるがあるかどうかわからないけど、そこまでもちろんチャンピオンでいたいし、でもね、一番手っ取り早いのはペースを上げたいっていうのあるよね。今月1、それから2ヶ月に1回ぐらいの防衛ペースしかないでしょ。それをさ、月に月3でやるのはどうかな。もちろん適当な相手じゃないよ。俺がよりすぐりの相手だ。金丸とかまあ誰が来てもいいかな。楽しみにしてるよ。この IWGP ジュニアヘビー級のベルトがどうしても欲しい、そして俺から取りたいという人を募集いたします。あれです。ありがとうございます。大西さんじゃないですか。ありがとうございます。おめでとうございます。大西さん、ありがとうございます。おめでとうございます。大西さんですよね。そうです、大西です。はい。大西さんっていうのはあれですか。大西
大西ライオンさんとは関係ないです。関係ないです。関係ないです。はい。すいません、気になっちゃっタイトルマッチのお話少し伺ってもよろしいですか。改めてになりますが、この歓声の戻ってきた北海北エールで終わった後のヒロムコール、もっともっとの大合唱もありました。最高の気分だったんです。めちゃくちゃ最高だよね。知ってた？もっともっとって、このコロナ禍の声出し OK のところでもっともっとって来るようになったの知ってた？これ実はさ、俺はそのコロナ前もっともっとって言ってもっともっとってあんま来てくれなかったのさ。でもこのコロナ禍でみんなね、声をこう出したいんだよね。その思いが出ちゃって、俺がもっとって言ったらもっとって返してくれてさ、俺マジ逆にみたいな、このコロナ禍だからこそ生まれたものみたいな、それは俺調子に乗っちゃうよね。いやもっとっつったらもっとって言うまでちょっと待っちゃうよね。だから今日もちょっとね、俺もっとって言う前にちょっとビビってたよ。実はもっとって言ってもっとって返してくれなかったらどうしようと思ってね。もっとって言ってくださいってなんかちっちゃい声で言うのもなんかダサいじゃんね。で嬉しかったですよ。はい、すごく気持ちいいです。勝ったからね、勝ったからこんな喋るんですよ。楊選手がプロレス楽しみ出したっていうお話された時に、ヒロム選手はもう俺はいつも楽しんでると、そのさらに上見せてほしいというような話もありましたけど、見られました？いや見られたね。いや俺はね十分プロレス楽しいんだけどね。いや楽しかったよ。楊がさ熱すぎるから俺も期待に応えなきゃ、もっと楊の2倍3倍っていかなきゃいけないのにいけなかったよね。彼の熱さがちょっと想像以上でさ、びっくりしたよ。だからその分俺も楽しめたかな。やっぱねハッピーじゃないといいよ。いろんな人のスタイルがあると思うよ。シリアスなあれもあればいろいろあると思う。でも俺はねハッピーでいたいね。内藤哲也選手のプレッシャーも乗り越えましたし、高木選手の次の勝利でもっとハッピーになれそうですね。やってくれるでしょ。あの男は半端じゃないぐらい熱いからね。それは多分今燃えてるよ。よし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 って多分もうツイートしちゃってるんじゃないの。もしかしたらねやってくれますよ。2月11日でしょ。ほんの数日後ですよ。これだけさ鍛える2連戦、すげえ熱い戦いがもうね全試合繰り広げたのに、それをね上回る試合をしちゃうのが高木慎ちゃん彼なんだよね。だから楽しみにしといてよ。間違いないから。これでもうね生で見なきゃもったいないね。まだチケットあるんじゃないの？あれはもったいないよ。早勝ちどうぞ。代表質問以上となります。お代表じゃないけどいかがでしょうか。いいですよ。岡本さんもいらっしゃることね。どうぞ。ないです。はい仕方ない。ないもんは仕方ない。ありがとうございました。よし、1度目の防衛戦まだたった1回ですよ。ガンガン防衛して最多防衛、まんま調子もないやめよう。よっしゃー。